にちは、シンガーソングランナーのすいです。足の速さは才能じゃない、走る学校わらげいちです。あるです。ということで今日はですね、あたさんにせっかく走っていただいてるんですが、はい、私自身も走り始めた時ってこう何にもよく分かんないまま走って結構遠回りして、はいはい、でうたらんチャンネルではいろいろ走るノウハウとかもお伝えしていってるんですけど、今日はその情報をですね、もうまばらになった情報をちょっとこの回でもうドーンと1個まとめてあたさんにお伝えしつつ、視聴者の皆さんと一緒に学んでいけたらなという。ありがとうございます。またやる気に満ち溢れてございます。それではまず一つ目がですね、エネルギー効率のいい走りということで、ブレーキを使わずに走る。はい、これスプリントと似てます。スプリントと大きく似てるというか、まあ同じことだと思うんですけど、あたさん大きく走ってた分、これがマラソンだとやっぱりまたフォーム変わってくるじゃないですか。この時にやっぱりですね、足がちょっと前に出がち。これ前に出るとどうなるか答えられますか？足が前に出ると何が起きるかというと、ブレーキがかかります。まさに皆さん、じゃあちょっと前に足をこう一回ついてみてください。はい、この瞬間どこに力がかかってるかというと、やっぱ前ももとかに力がかかって、すごく無駄な力をやっぱりかけてしまうんですよね。でランニングってまあ本当短距離も全部そうなんですけども、落ちた力で進みたい。同じですよね。落ちた力、この重力、落ちたものが落ちたら反発します。この力を使いたいので、やっぱり着地する場所は真下接地になってきます。体の走ってるところの、ここの真下っていうことですよね。はい、まさに真下接地したいです。真下接地したいんですけど、真下のままちゃんとしたらずっと前に進まないじゃないですか。そうですね、垂直方向ですよ。垂直にずっとねいっちゃいますので、体をやっぱりこう前に倒していって、トン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 、これですね。これ、はい、これどうですか、やってみてください。やってみましょう。はい、普通に直立した状態から、体を、うまいですね、さすがですね。みんなもやってみてください。エネルギー効率がいい走りということで、真下接地をしていきたいんですけど、これね、私が本当初めてできなかったんですよ。この真下接地始め、私本当全然分かんなかったんですけど、すごい一つのポイントですごく分かりやすくなって、でまずですね、じゃあ足をこう上げていただいて、このまま戻してもらっていいですか？さすが、ぜひもう一回やってください。あたさんさすがです。やっぱり短距離で培った足の戻し方がすごく上手ですよね。私は初め、どうなってたかっていうとですね、上げてこうなってたんですよ。こうちょっと前に出ちゃう。体よりちょっと前に出ちゃう。どうでしょうか、皆さんも足上げてくるっとしたら足戻ってきますか？それとも前についちゃいますか？そんな人いませんか？でこれは私のポイント、私が治ったポイントとしては、やっぱりお尻でここら辺からこうボールかなんか刺さってる、お尻を中心に足をくるっと回せるようになったら、真下にこう足が戻ってくるようになったんですよね。小田さんからもちょっとこの真下接地、皆さんはちょっと分かりやすい説明をもらえるとありがたいです。ありがとうございます。まさにもうスイちゃん今教えてくださったものが、もう僕も本当に共感するんですけども、例えばじゃあ走る学校でよくお伝えさせていただいているのが、足を前に出すと重心って前に運びますよね。なので足の力で上体を運ばないといけないんです。で筋トレやってる方とか、重い荷物持つ方とかって20キロの重りとかってめちゃくちゃ重いじゃないですか。でも胴体だと、僕の胴体だと70キロぐらいあるんですよ。70キロの重さを片足で運ぶのってすごい大変ですよね。でもこれが真下につくことで、この70キロの重りがエネルギーになって前に体を運んでくれると。なのでやっぱり真下に設置するのが僕たちもいいかなと考えております。ありがとうございます。せっかく生まれた力を推進力、前に進む力に変えていきたいですよね。これどうですか？私、走ってる時本当に思ったのは、スプリントでこう跳ねるっていうことをよくやってるもんで、その意識があるのか、走る時すごく跳ねちゃうんです、こうやって。そうですよね。この前のいい感じに跳ねていただいてて、で私も昔やっぱり今でもちょっとあるんですけど、やっぱりこう上に行っちゃう、もうマリオ状態、ずっとマリオやってる。何にもコイン取れないの上に行っちゃう。でこれを推進力に変えていきたいときに、私の中ですごく良かったポイントは、走りながら自分の設置ポイント、これ推進力に変えて設置のポイントなんですよね。
これがですね一つ体を少し傾斜させてって足が前に出るじゃないですか、はい、これ今ちょっと走ってないから前に出ちゃったんですけど、体をこう斜めにしてって足がつくと思ったらこう進んでいくみたいな、はい、中心っていうとここだと思うじゃないですか。だけどじゃあいいです、ここだと思って、じゃあ、はい、ここから前に行ってみてくださいの時と、はい、そうですね、ここから押された時とどうですか？ですよね。はい、これはもうね、黒川コーチの仙骨押しっていう動画が1個もできて大人気の動画が1個あるぐらいなんですけど、はいはい、仙骨っていう骨が人間にはありまして、どこら辺？この辺なんですよ。ここら辺で、ここですね、ここ、はい、ここを中心だとすごく進みやすいですよ。全然違いません？ここから押されるのと。こっちだとなんかブレるというか。そうですね。なので体の中心はここにあるんだよ。でそこから足をこう回してあげると。上ってどうですか？例えばじゃあその辺から押された時と、その辺から押された時と、この辺からじゃあ押された時と、やっぱりここですね、仙骨、はい、ここからおお進む全然違う。楽にはい、楽に進む。仙骨についてはもうじゃあこっち見といてくださいって感じなんですけど、なのでここからしっかりと体の足をこう回していくっていう感覚があると、この動き、上下の動きめちゃくちゃなくなるんですよ。はいはいはい、確かに、はい、スーって横行きましたね。そうなんですよ、スーッと横行くんですよ。自然に動くんで、むしろここを押すと跳ねれない、あ、そうですね、感覚もあります。確かになので自分のここからこうずっと押されてるんだなと思って走ると、こう上下の動きがすごくなくなるので、ここのポイントも一つ普段のジョギングの時に気にしてもらえるといいかなと思います。あ、でもせっかく和田さんがいるので、上下、はい、スプリントもやっぱり上下ありちゃダメですよね。はいはい、この辺はどう皆さんにお伝えしてるんでしょうか？これはですね、はい、特にスプリントは高い位置で一定に保つってことがすごい大事だと言ってるんですね。確かに。で今まさに、びっくりしたんですけど、はい、実は走りの学校って、はい、スイちゃんにもやっていただいてる、はい、Yポジションで走っていただくってあるじゃないですか。はい、ありますね。これでも理由がいくつかあるんですけど、はい、このもう一つの形として、はい、P ポジションという形があるんですよ。はい、でこれはまさにその骨盤を自分で押して、はい、この状態を保ったまま、はい、この押されてる感覚で走るっていう、前にこう骨盤から推進していくっていうビデオがあるんですね。そうなんですね。僕たちも本当にここの位置、はい、押されていく感覚っていうのを非常に大事にしております。やっぱりこの辺が体の中心だから大事なんですね。P ポジション。こっちは前に設置した方って、はい、結局足と骨盤の位置関係がこうなるんですよ。はい、でも、はい、腕をしっかりと脇を締めて骨盤をここに保つと、はい、自然と真下にしかつけなくなってしまう、はいはい、その位置のまま行くんでこう押されて、なおかつ足が真下に設置するポジションを探していったら、はい、ここが一番こう前に進んだみたいなのがありまして、だから全く同じ P ポジションちょっとやってもらってもいいですか？やってもらおう。よっしゃ、ここで Y はこれが Y じゃないですか、はい、で P はここでこの P ですね、はい、ちょっとこれ P か Q か分かんないですけど、 P か Q、はいはいはい、逆ですね、こういう状態ですね、はい、反対側見ると、でこの状態でここからサイクリングをするっていう。おー、イエーイありがとうございます。でも本当全く同じです。すごい。ですごい今私走りの学校の方で、はい、短距離ね 100m 速くなるトレーニングさせてもらってるんですけど、すごく良かったことがやっぱりフルマラソンとかだとあまり考えてなかった大きく動かすことをすごく学ばせてもらってて、でそうすると普段のマラソンで使う筋肉がもっとなんかより楽に、大きい出力楽になるとちっちゃい出力がすごく出しやすくなったっていうのがすごくいいポイントで、本当まだまだこれからも学んでいきたいと思います。ありがとうございます。お願いしますはい、そして走ってるとね、どうしたらいいんだろうって思うポイントの一つ、設置場所ですね。足の設置場所どうですか？今どんな感覚で走ってます？アルさんは。僕は、はい、まあスプリントでもかかとをつかないっていう走り方をしているので、まあ足の前側でつくようにはしてます。はいはいはい、はい、でもね、本当走られてるから本当だからきっと10キロとかも走れるようになってると思うんですけど、はい、初めの頃っていやテレビで見ててね、有名な選手たちがこう
かかとはつけないでガンガン行くからやってみようって言うんですけど、やっぱりそれはねなかなか一般ランナーにはちょっと難しいところで、なんでねつま先で走るのもったいないのかっていう時にね、皆さんもつま先でこうやってみてください。もうここすねにね、すね張りませんか？このまま42キロを走ったらね、とんでもない未来が訪れるっていうのはちょっとイメージつくと思います。ただプロの方はものすごい筋力やっぱり持たれてるので、ちょっと一般のランナーとは違うのでね。あとそしてね結構多いのがかかとから入っちゃう方ですね。かかとから入ると、かかとからこうやってみてください。かかとからどこに衝撃来るかというと膝なんですよ。だからダイレクトに来ましたよ。ダイレクトに来るんですよ。だから膝で入るとこの速く走れる云々の前に、ほぼ怪我してしまいますね、やっぱりね。なのでかかとから入るっていうのをやっぱり直していきたい。比率でいうと例えば6割、なんか2割とか。そこまで細かく本当にイメージだ。私のイメージだと本当にそこに全部分散して乗ってる感じです。パンはい、パンって、前だけつま先だけツンツンいってると、踏み込もうとするとふくらはぎガッチガチになるし、かかとからいったら膝痛くなるし、ふくらはぎがパンパンになっちゃったね。もうパンパンですよ。だからそんなに長くまだ走らなくていいよって言ったのにこういうことだ、こういうこと。どんどん走るからだから走りながら、例えばちょっと今日ふくらはぎ張ったな、ちょっと前すぎたかなとか、まさにちょっと膝痛いなと思ったらかかとつきすぎてるかなっていうので、調整しながらいいところを探すっていうのが、そうですね。なるほどなるほど。はい。さあそしていざの走る時にですね、大きい力を使いたい。これはスプリントではめちゃくちゃ大きい力をね使ってるお二人だと思うんですけども、大きい力って筋肉前面背面っていうと、そうですよ。答えます。それやっぱり、この背面の股関節周りの筋肉がすごい大事だと心得ております。ありがとうございます。なのでめちゃくちゃ背面使いたいんですけど、私ね本当に背面使えなかったんですよ、初め。もう前面だけで生きてたから、足上げるって言ってもやっぱり前ももの力で上げていたんですよ。だからなんていうんですかね、お尻ももっとやっぱ下がってたし、ハムストリングスなんてなんか力入れようと思ったらもうつってましたはいね、それぐらい多分皆さん今までから走るよとか、これからチャレンジするよとか、まだ今走りに悩んでるよって方は意外と背面が使えていないかもしれないっていう、ここいないかもしれないって思っていただいてお話聞いてもらえたらなと思います。ということでお尻が使えてるかなチェックをしていきたいと思います。下尻の方に指を置いていただきまして、このまま片足上げて体を倒してみてください。お尻の力でグッと押さえた感ありましたか？大丈夫？なかった。どういうこと？和田さんはね、もうありますよね。そう、ありますあります、ね、あります。どういうことですか？この走ってる時ってこのお尻の力が使われてグンってグンって押されたんですよ。グンって。なるほどなるほど。はいはい。逆にねよくあるのが肩が内側に結構入って腰が曲がってる方結構いらっしゃるんですけど、このままだとお尻にね力が入りようがなかったりするんですよ。なのでしっかりと上半身も肩甲骨寄せるとかも得意だと思うんですけど、しっかりとねいい姿勢保ってあげて、このまま足を上げてぐんとここの腰からいく感じですね。この辺から押していく。そうですね。ちょっと腰がなんか反っちゃってるから、そうですね。このままお腹に力を入れて、このままそう。はい今ありましたね。今グンってありましたね。見えました。今全然違かった。見えました。今グンと押しました。そうなんですよ。そう。伝わるかなこの感動。でもこれってみんなもやってみて、なんか来ないなと思ったらお尻がねプンって押してくる感じなんですね、指をね。これ和田さんどうでしょうか？下尻の方をお尻を使うのは苦手な方が結構いらっしゃるんですけど、この辺なんかポイントあれば。これは思うのはですね、まずさっきスイちゃんが言ってくださったことそのものなんですけど、前の筋肉が固まってると、やっぱお尻になかなか力が入りづらいって方がいるので、結構この辺りのストレッチをお勧めしたりしております。確かに。そして
で腕振りなんですけど、腕振りどうですか？どういう感覚で？腕振りはスプリントではもちろんやってるんですけど、正直マラソンの腕振りに関しては全く分かんないです。そうですよね。振らない人もいるなと思ってるぐらいです。こうやって走る人もいるじゃないですか。腕振りもね、いろんな形があって、皆さん自分の体のいろんな特徴があるんで、形としてはいろいろあると思うんですけど、要は背中の筋肉使いたい、肩甲骨だからしっかり動かしていきたいっていうところで、前で動かしてみてください、腕を。やっぱり全然肩甲骨使えないじゃないですか。背中も使えない。しっかりなので引いていく力、引いた力で前に進んでいくっていうのをやっぱり作っていきたいんですよね。でこの時に肩がやっぱり内側に入っちゃってたら引きたくても引けないっていうのが結構ありまして、で腕振りなんですけど、ここで一回手グッと上げてみてもらっていいですか？はい。でこの時にあとはギリギリぐらいですかね。ちょっと肩周り硬め。これ結構頑張ってる方です。そうですね。ちょっとだけこうでもね多いんです。耳よりも手が前に行っちゃうって方は下ろしてもらって大丈夫です。この上げた時にこのぐらいでこう止まっちゃったりする方、耳よりもしっかり後ろに行けない方っていうのはもう肩が普段から内側に入っちゃってる。なのでこの辺がもう硬くて走っててこのまま走ったとしてもやっぱ背中の力使いづらいんですよ。で私も結構まだ内巻きの肩がちょっとありまして、ストレッチとかをしていかないとやっぱりこの辺で止まっちゃうことが多いんですけど、普段からこうしっかりねストレッチかけていくと腕もしっかり動くようになるので、でこの自分のだからチェックですね、走る前とかにここで止まってないかなっていうのをチェックしてから走りに行くのもすごくいいと思います。そしたらこの辺で止まっちゃったと思ったらやっぱりしっかり肩周り、入念にストレッチかけてから走り始めると腕振りもすごく楽なので走りも楽になる。なるほど。走る前の一つの基準ってことですね。そうですね。しっかり上がってるかなっていう、体動いてるかな。そうですね。マラソンの腕振りは基本はよく言われるのはやっぱりちょっと少し鋭角に持っていただいて、手は卵を持つようなこう力が入ったら力入れてみてください。肩めっちゃ力入りません？めっちゃ力入りますね。これね、本当これずっとやって42キロ走りきれると思います？絶対にできないですね。もうとにかくもう3時間4時間5時間って走り続けるので、とにかくリラックスむちゃくちゃ大事なんですよ。リラックスしながら、足の踏み込みしっかりするって結構ね難しいのは難しいんですけど、とにかくリラックス、上半身はリラックスが大事。リラックス大事って思い出してください。走ってる。確かにこれは違うかもしれないですね。腕振りはスプリントの腕振りは結構遠心力を使うんで、なので結構トップスピードの時は上から下に、そうすることで足が下から上に上がるっていうような構造になってるんですよね。なのでここは確かにちょっとエネルギー効率がやっぱ違うのかもしれないですね。そうですよね。確かに腕振りは違う。でも本質的にはちゃんと使い方があるってことですね。そうですね。肩甲骨をしっかり使うっていうのはもう同じでしたね。その軌道と1回の強さが、確かにマラソンとスプリントは距離が違うんで、共通するところと違うところがあったかなと思いました。ということで今日なんかいろいろやったんですけど、まあ意識だけでは一瞬は変わるかもしれないですけど、42.195 キロなかなかやり続けられませんので、これをどう変えていくかっていう動き作りだったりっていうのをこれからお伝えしていきたいと思います。楽しみです。ということで今日はいろいろ一緒にね学ばせてもらいましたし、学んでいきました。ありがとうございます。ありがとうございました。あたさんね、すごいもう今走る方はすごく楽しくやってもらってて、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、やっぱりこれから距離が長くなったりすると怪我してほしくないので、股関節のストレッチ、そしてさっきちょっとお尻のねチェックもしましたけど、ちょっとこのお尻もしっかり使えるように筋力トレーニングもちょっと宿題で作らせてもらいたいと思います。走るプラスアルファがでもどっちかっていうと走るの抑えて、その分こういう股関節のストレッチとか筋トレやった方が走力伸びますので、走るだけがね本当に練習じゃないんで、あと食事面も今度やりましょうね。ぜひぜひぜひ、食事はぜひね。お食事で全然体も変わってくるので、もうなんかいろんなところでいろんなこと頑張ると楽に早く長く走れるようになりますので、一緒に頑張っていきましょう。また先生今日もいろいろありがとうございました。先生ありがとうございました。今走りの学校では私 100m 頑張って練習してますので、ぜひそっちの応援もよろしくお願いします。お願いします。ということでまたうたらんチャンネル走りの学校で会いましょう。またねー。